こんばんは。クリミナルです。今回はイギリスで起きたある事件をご紹介します。1985年8月7日午前3時頃、イギリス東部エセックス州のチェルムスフォード警察にある通報があった。通報したのはジェレミー・バンバーという名の男性。どうやら彼が育った農場で事件が起きたらしい。ジェレミーは生後6ヶ月の時に事件の現場となった農場を経営するネビル夫妻に養子として迎え入れられ、事件当時はその農場から数キロ離れた場所で恋人のジュリー・マクフォードと一緒に暮らしていた。彼が言うには深夜、その農場を経営する養父のネビルから物騒な電話がかかってきたという。電話の内容は、お前の姉さんが気が狂って銃を持ち出した。今すぐ来てくれ。というものだった。ジェレミーが言うには、その直後、電話は切れたという。ジェレミーの姉の名はシーラ・キャフェル。みんなからはバンビと呼ばれていた。このバンビもジェレミーと同様に養子としてネビル夫妻に迎え入れられていた。バンビはかなりの美人でモデルの職に就いていた。夫妻もモデル活動を応援しており、ロンドンのアパート代を出すなど支援をしていた。その後バンビはモデル業に励む傍ら、ある男性と親密になり、結婚、双子の息子を出産した。しかし、しばらくすると、夫との関係が悪化し、離婚。その後バンビは精神に異常をきたし、モデルの仕事を辞め、入院した。そして退院後は双子の息子と共にネビル夫妻の農場に身を寄せていた。そんなバンビが銃を持ち出して暴れているというのだ。通報を受けた警官はジェレミーに対し父親の元へ行き、警察の到着を待つように指示した。しばらくすると警官数十名が農場に到着。ジェレミーは家には入らず、外で警官隊の到着を待っていた。外から警官隊が拡声器を使って声をかけるが反応はない。痺れを切らした警官隊は午前7時30分に突入した。するとそこは凄惨な現場と化していた。警官隊が2階に上がると、ジェレミーに電話をかけてきた養父のネビルが血を流し倒れていた。ネビルの顔には何発も殴られた跡があり、頭や首などに8発の銃弾を受けていた。同じく2階にネビルの妻、ジューンが血まみれの状態で倒れていた。ジューンは7発の銃弾を受けていた。バンビの双子の息子も共に銃弾を浴びており、絶命していた。そして当のバンビもその傍らに倒れていた。バンビには喉と顎付近に2発撃たれた跡があり、彼女の胸の上には22口径のライフルが乗っていた。どうやら錯乱したバンビが銃を持ち出し、家族を次々と撃ち、最後は自身で命を絶ったようだった。現地警察もバンビによる犯行であると感じており、証拠の保全を全く行わなかった。ずかずかと現場を歩き回り、手袋もせずに凶器のライフルを触ったり、指紋の採取もしなかったのである。警官は外で待機していたジェレミーに状況を説明した。ただ、ジェレミーには悲しむ様子は見られず、ポカンとしていたという。そして事件後、葬儀が営まれ、残されたジェレミーは恋人ジュリー・マクフォードの隣で泣き崩れた。当初この事件は錯乱したバンビによる犯行だと思われていた。しかし中にはジェレミーを疑う警官もいた。その理由はいくつかある。一つ目はバンビの遺体の状況である。バンビがライフルで自らの命を絶ったとすると、喉と顎付近の2箇所を自分で撃ったことになる。しかし、喉か顎付近を撃った後に、もう一発自分に向かってライフルを発射することが果たしてできるのだろうか。まず無理なのではないかと感じる。また、ある法医学者は、ライフルの重心が長すぎて自分で自分を撃つのは不可能だと語った。二つ目は、バンビは銃を扱ったことがないといういとこの証言だ。バンビのいとこの話によると、彼女は銃を撃ったことがない。そんな彼女が銃を計24発も撃ったり、サイレンサーを装着させたり、取り外したりすることは難しいというのだ。三つ目は、ジェレミーの態度。
彼は葬儀の直後、友人たちと食事に出かけている。また他にも友人たちとオランダ旅行に行き、パーティーを開いていた。さらに彼は亡くなった姉のヌード写真を新聞社に売り込もうとしていた。彼は葬儀の後に金遣いが荒くなっており、両親の家具を売却していたこともわかっている。4つ目は、事件現場のキャビネットの中から凶器のライフルから取り外されたとみられるサイレンサーが発見されたこと。そのサイレンサーには血痕が付着しており、それはバンビの血液型と同一だった。バンビがライフルで自ら命を絶ったとすると、自分を撃った後にライフルからサイレンサーを外し、キャビネットの中に戻したことになる。以上の疑問点からジェレミーが怪しいと感じる者もいた。さらに決定的な証言が出た。それはジェレミーの恋人、ジュリー・マクフォードの証言だった。事件後ジェレミーは浮気をし、ジュリーに別れを告げていた。これがあだとなった。ジュリーは激怒し、彼のことを警察に垂れ込んだのだ。実はジェレミーは恋人であるジュリーに両親への不満、姉への不満、そして遺産を相続したいという思惑、さらに一家を襲撃する計画も打ち明けていたのだ。ジュリーは全てを知っていた。事件の日、ジェレミーが台所の窓から侵入し、一家を撃ち、自転車で逃走したことを。ネビル夫妻は子宝に恵まれず、ジェレミーとバンビを養子として迎え入れた。ネビル夫妻は二人を立派な人間にするべく厳しくしつけをした。また夫妻は敬虔なクリスチャンで二人に厳格な規律を課し、規律に厳しい寄宿学校に進学させた。ジェレミーはその教育方針や寄宿学校に生かされたことで夫妻を憎むようになった。また彼はネビルが所有していたキャンプ場を自分に運営させてほしいと願い出たが、あっさりと拒否された。またバンビは離婚後だんだんと精神を病んでいき、夜に奇声を上げながら辺りを走り回るなどの奇行を繰り返すようになった。この奇行に対しジェレミーはうんざりしていた。知り合いからお前の姉さんは頭がいかれてるなどと言われることもあり、姉のことを敬遠していた。ある日彼は悪魔のような計画が頭に浮かんだ。それはバンビの犯行に見せかけて一家を惨殺し、多額の遺産を相続するというものだった。その計画を恋人のジュリーに漏らしていたのだ。そして彼は実際に犯行に及んだのである。彼が犯人だとすると、葬儀で号泣していたのは全て演技だったということになる。こうして彼は逮捕され、後日裁判が開かれた。裁判は紆余曲折あったが、事件から約1年後の1986年9月29日、ジェレミー・バンバーには有罪判決が下り、最低でも25年は服役するという条件付きの終身刑が下った。しかし、それでも彼は無実を訴え、仮釈放の権利を求めたが、全て却下され、現在も刑務所に収監されている。数々の状況証拠や恋人、ジュリーの証言などから彼が犯人であることは間違いないという意見が世間の総意だった。裁判官も彼はベッドで眠る6歳の子供たちを平気で撃つことができる人間だ。極めて邪悪だ。と語った。ただ彼は犯人ではない。そう信じている人がいるのも事実で、犯人はジェレミーではなくバンビであるとして彼を擁護する警官もいた。しかしその警官は後に退職に追い込まれている。ジェレミー・バンバーは牧師の女性と既婚の軍人の間に生まれた非嫡出子でした。彼は生後6ヶ月の時に裕福なネビル夫妻に養子として迎え入れられました。夫妻はジェレミーを立派な人間にするべくあえて厳しく教育しました。しかしそれはジェレミーには厳しすぎたようです。子供は高圧的な態度で指摘をされると反発します。指摘ではなく、こうしてほしいという願望を伝えることで反発が和らぐそうです。ジェレミーはネビル夫妻を憎むようになり、その後、精神に異常をきたしたバンビのことも敬遠するようになりました。
そもそも彼は農場という環境も好んでいなかったようです。皆さんご存知の依存という言葉があります。依存とは人に甘えたい、または頼りたいという意味ですが、それを拒絶された時に強い憎しみを覚えることがあります。信頼していた相手に裏切られたような感情を抱いてしまうのです。人によっては愛が憎しみに変わってしまいます。ジェレミーは厳しくしてくる両親のことを好いていませんでした。また、キャンプ場を自分に運営させてほしいという願い出をネビルに拒否されたことで憎しみが増大していきました。ジェレミーはシェフの仕事に就いた後、農場で手伝いをさせられていました。その週給はかなり安く、彼は不満を抱いていました。そこで彼はキャンプ場を自分で運営したいと養父のネビルに相談しに行ったのです。しかしそれはあっさりと拒否されてしまいます。おそらくこの件がトリガーとなって彼は残酷な計画を考え、それを実行に移したのではないでしょうか。古代バビロニアのハムラビ法典には、目には目を、歯には歯を持って報いよとあります。これは同害報復というもので、自分が受けた被害に相応した報復をするということです。しかし相手に対し強い怒りや恨みを抱いたとき、それは過剰報復になってしまいます。これは相手に対し過剰なまでに報復をしてしまうということで、怨恨殺人の多くがこれに当てはまります。ただ、普通の人は犯罪をしません。犯罪は割に合わない行為だからです。これはアメリカの社会学者ハーシーが言うところのコミットメントです。要は損得感情のことで、普通の人は犯罪をすると自分にはデメリットしかないと考えるのです。ただ、以前にもご紹介しましたが、ブラックアウト現象に陥ると理性を失い、人に危害を加えてしまうことはあります。ただ、ジェレミーは事前に計画を立てていました。また、彼の計画はずさんで、計画内容を恋人に漏らしていたり、父親からの電話の件も検察からすぐに矛盾点を指摘され、最終的に彼には終身刑が下っています。彼は今でも自身の無実を訴えているようですが、それを信じる者はごく少数でしょう。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。